動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングに挑戦してみてください。それでは本編スタート。日本語に浸ろう。20、日本の年末年始。6、お正月の料理。皆さんこんにちは、みーです。一年の始まり、いかがお過ごしでしょうか。日本では一年の最初に食べるお正月の特別な料理があります。お正月の特別な料理のことをおせち料理と言います。おせち料理は20から30種類ほどあります。今回の動画ではその中でも代表的な料理とおせち料理の意味、料理を入れる特別なお弁当箱を紹介します。1、おせち料理の意味。おせち料理は3日から1週間程度保存できるものがほとんどです。そのために味付けを濃いめに作ります。これには理由があります。日本では1月1日に年神様という新年の神様がそれぞれの家に来て幸せを運んでくれると信じられていました。おせち料理は年神様をおもてなしするための料理です。神様が家に来る前に料理を完成させないと失礼にあたります。そして神様が家にいる間は台所で忙しくしているのも神様に失礼です。年末のうちに料理を完成させ、年が明けてから三が日の間は忙しくせず、神様におもてなしができるように長く保存できる料理を作ります。おせち料理は年末の28日くらいから調理に取り掛かり、3日間くらいかけて完成させます。各家庭で作るのが一般的でしたが、今ではスーパーでも手軽に買うことができます。寿司、すき焼きなどのおせち料理以外の料理をお正月に食べる人もいます。そのため自分で一からおせち料理を作る人はだんだん少なくなっていました。しかし最近ではコロナの影響で家にいる時間が増えたことをきっかけに自分で作る人も増えました。洋風の料理方法と組み合わせたオリジナルのおせち料理を作る人もいます。2、おせち料理の器。おせち料理は重箱と呼ばれる特別なお弁当箱に詰めます。重ねた箱と書いて重箱。その名前の通り、
箱をいくつも重ねた形の器です。箱を3つ重ねた重箱を三段重、5つ重ねると五段重と呼びます。おせち料理は二段重か三段重に詰めることが多いです。この重箱は家族で花見に行ったり、運動会の応援に行くときに家族みんなのお弁当箱にも使います。3. おせち料理。おせち料理にはたくさん種類があります。その中からいくつかご紹介します。1. 紅白かまぼこ。半月の形が元旦の初日の出に似ているとされ、新年のお祝いに欠かせない料理です。タラやタチウオなどの魚のすり身を蒸したもので、あっさりした素朴な味わいです。濃い味付けが多いお正月料理の箸休めになります。2色のかまぼこを交互に並べたり、包丁で切れ込みを入れたりしてきれいに飾り付けます。2. 黒豆。黒い色の種類の大豆を甘く煮た料理です。黒い色は邪気を払うとされています。また、まめに働けるように、元気で働けるようにという願いが込められています。3. 数の子。数の子はニシンの卵を塩漬けにしたものです。たくさんの卵が並んでいる様子から子だくさん、子孫繁栄の願いが込められています。両親の健康や長生きを願う意味もあります。4. 紅白なます。紅白なますは大根と人参の酢の物です。紅白は赤色と白色のことです。日本ではこの2色の組み合わせがとても縁起がいいとされていて、お祝いごとに必ず使われます。人参を赤色、大根を白色として、この2つの食材を酢で和えます。お正月の食卓がとても華やかになります。そして大根と人参は根菜。そのことから根を張って生きられるように、しっかりと堅実に生きられるようにという願いが込められています。同じ根菜の仲間、レンコンやごぼうもお正月の食材として煮物や焼き物などに使います。5. エビ。エビは長いひげを持ち、
背中が曲がっています。そのことから腰が曲がるほど長生きできるようにという意味があります。また芽が出ていることからめでたいという意味もあります。6、栗きんとん。栗きんとんは栗を甘く味付けした料理です。栗の周りの黄色いあんはさつまいもでできています。栗は山の恵みを表し、豊かさを代表する食べ物です。その輝く黄金色から金運上昇の願いも込められています。金色に輝く甘い栗きんとんはおせち料理の人気メニューです。7、ぶり。ぶりは成長とともに名前が変わる魚です。小さい頃は稲田、その次はわらさ、そして成魚になるとぶり。昔の日本には成人した時や昇進した時に名前を変える習慣がありました。このことから成長に伴い名前が変わる魚は出世魚と呼ばれる縁起物。お祝いの料理には欠かせません。8、筑前煮。筑前煮は鶏肉と根菜の煮物です。一つの鍋でたくさんの食材を一緒に煮込むことから家庭円満の意味があります。レンコンや人参をお花の形に切って華やかなお祝いの料理に仕上げます。3、お餅。おせち料理ではありませんが、日本のお正月に欠かせないのがお餅です。野菜と鶏肉で作ったつゆにお餅を入れたお雑煮は元日に必ず食べる料理です。お雑煮に飽きたら焼いて醤油をつけて海苔を巻いて食べたり、砂糖ときな粉をまぶして食べたり、いろいろなアレンジをして食べます。私は焼いたお餅に醤油を垂らし、チーズと一緒に海苔で巻いて食べるのが好きです。今回はおせち料理を中心に日本のお正月に食べる特別な食べ物についてご紹介しました。伝統的な作り方をする人、食材だけ使って子供にも食べやすい洋風の調理法で作る人、いろいろなおせち料理の楽しみ方があります。時代は変わっても家族や親族で集まって神様への感謝と新年の幸せを願い料理を囲む、これが日本のお正月です。
おまけ。ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。さて、今回はおせち料理について紹介しました。私はおせち料理の中でも数の子が好きです。コリコリとした食感が好きで、食べるとお正月だなぁと実感します。私はお正月に筑前煮を作りました。お雑煮も作りました。ちなみにお雑煮は地域によって味付けやお餅以外の具材が違います。私は鶏肉と野菜を入れた醤油ベースのお雑煮ですが、地域によっては甘いお汁粉のようなお雑煮もあります。具材もいろいろ。写真のようにナルトを入れる地域もあります。そしてお餅も食べました。お餅は年末に餅つきをした親戚からもらう年もあります。もち米を買ってきて家にある餅つき機で作る年もあります。今年はスーパーで買ってきたお餅を食べました。とにかく年末年始はいつもよりも長い時間台所にいます。味見もしながら普段よりたくさんの品数を作るので、この時期はどうしても太ってしまいます。肉の料理や濃い味付けの料理が増えるので、ますます太りやすくなります。お正月は出かけることも多く、外食も増えるので、さらにカロリーオーバーになりがちです。寝正月という言葉があるくらい、日本のお正月は家族でおいしいものを食べてゆっくりするのがメイン。食べてはゴロゴロしています。お正月が終わったら今度はダイエットのスタートです。皆さんはどんな一年の始まりを過ごしましたか？新しい一年も健康に気をつけて、穏やかで学びの多い一年になるよう、毎日を丁寧に過ごしていきましょう。それでは今回はこの辺で、またね。バイバイ。